こんばんは。はるです。今回は E プレミアリーグで使われていた選手たちを紹介していきたいなと思います。先日まで開催されていたプレミアリーグ関係のですね、世界大会になってます。スカット制限はですね、はっきりとはわからないんですけれども、おそらくプレミアリーグで活躍をしている選手だったりとか、アイコンヒーローに関してはプレミアリーグ関係の選手たちを入れないといけないみたいな、多分そういう風なスカット制限があるんじゃないかという風に思いますね。なので、現環境の中でですね、プレミアリーグのメタ選手がわかるんじゃないかなという風に思います。それでは、早速紹介をしていきます。こちらがですね、E プレミアリーグファイナルで使われていた選手たちになります。スタメン11人はですね、特に、使われた使用率が高かった選手たちになってます。まずはキーパーアリソンですね。TOTY のアリソンが、それなりに多かったですね。やっぱり Y という風なことで、プレミアリーグナンバーワンかなと、いう風には思いますし、能力もね、すごく高くなっているという風なことになっていますね。そして続いて右サイドバック、オグベネですね。バースデーのオグベネがですね、まさかのサイドバック起用で、使われてました。一応ね、大々ポジション RB がないんで、どういう風なスカットで、ね、RB にオグベネ置いてるのかわかんないんですけれども、ただ、オグベネが右サイドバックで活躍をしてます。普通にスタメンから出てたっていう風な感じになってますね。目標でね、取れる選手なのに、すごいなと、いう風に思いますね。結構見てても軽そうで、上げるサイドバックとしては優秀な選手のように思えましたね。そしてセンターバックですね。バースデーのラファエル・バラン、そして TOTY、ファンダイク、この2名ですね。ダイクが、ほぼほぼ、9割ぐらいか、100%いっててもおかしくないぐらいの使用率を誇っていて、相方誰かっていう風なことで、直近でね、来たバースデーのバランが、選ばれてましたね。やっぱり、むちゃくちゃ強い選手になりますし、ペースもね、速くって、守備能力だったりとかもえぐいっていう風なことになってますよね。で、また、ビルドアップに関してもかなり強化をされてますので、本当に最強のバランっていう風な感じで、プレミアリーグでも大工の相方、務めていても全く遜色ない、レベルの強さだと思いますね。予測のプラスだったりとかもね、ついてますし、インターセプトだったり、ブルーザーなんかもついてますんで、本当に空中戦、地上戦、非常に強い、そんなセンターバックになってますね。で、そして続いて左サイドバック、チルウェルですね。ショーダウンのチルウェルになります。結構ね、LB いろんな選手が使われては、いましたし、なかなかちょっと誰が抜けてるっていうことでもないんですけど、多分ね、それなりにちょっと抜けてるのはチルウェルやったかなっていう風に、思いますね。特に決勝を戦った2チームなんかは両方ともね、左サイドバックチルウェルでしたし、ショーダウンで作った方は、当たりというか、チェルシーが勝ってね、ほんと良かった、そういう風なカードになりますね。そして続いて中盤3枚ですね。TOTY、デブライネ、そしてバースデーアイコン、フリット、そしてシュバインシュタイガーと、この3名ですね。特にやっぱりデブライネはもうほぼほぼ、全員のチームにいたっていうぐらい、ダイクと同じぐらいの使用率を誇ってましたし、やっぱり、パスめちゃくちゃうまいっていう風な選手で、あとはシュートもですね、今週をね、持ってはいますし、シュート能力もね、えげついことになってますんで、パス出せなかった時には、ロングのね、今週なんかを打っている。そういう風なシーンも見受けられましたね。あとは守備能力に関してもね、Y のデブライネということで高くはなってますので、ほんと攻守万能っていう風な選手になりますね。で、あとはフリットですね。フリットはね、本当にいろんなところで使われてましたね。ST で使ってる方も、おられれば、中盤起用、あとは左サイドバックで起用されていたっていうチームもおられました。若干ですけれども。一番多かった多分 ST 起用かな。っていうぐらい、本当にスキル5になったね、フリットになりますので、より攻撃力が増したっていう風な選手になりますね。あとは空中戦もかなり強いっていう風なことで、フリットのヘディングから落としてゴールみたいな、そういうシーンもありましたので、この人も本当に攻守万能、何でもできるっていう風な、
選手で、今作最強のカードかなと思いますね。で、そして続いて、シュバインシュタイガーですね。こちらバースデーアイコンという風なことで強化をされたんですけれども、シュバインシュタイガーもね、結構使われてましたね。ほんと7割、8割ぐらい、ほとんどの、チームが採用をしてました。シュバインシュタイガーはね、パスを振り分ける、そういう役割がめちゃくちゃ多かったですね。守備的なポジションで使って、そこからパス散らすみたいな、そういう選手として使ってるチームが多かったですね。なんで、攻撃的な中盤っていうよりかは、本当に一番真ん中のボランチというか、例えば4-3-2だったら、もうど真ん中の CDM をシュバインシュタイガーに任せて、守備もね、全然できる選手にはなりますし、そこからロングのフラスルを活かして、サイドバックとか上がったサイドバックに一気にボーンってフラスル上げて局面打開するみたいな、そういう風なね、使われ方をしてましたね。かなりパスはね、上手い選手にはなりますし、かつ守備もしっかりできるっていう風な選手なので、プレミアリーグ関係ってなこともね、ありますし、その中で、ただブルーノとかいるんですけれども、ブルーノよりシュバインシュタイガーをね、使っている方非常に多かったですね。そして続いては前線3枚ですね。ソン・フンミン、アンリ、ハーランドと、この3名になってます。まずバースデーのソン・フンミンですね。スキル5になったという風なことで5-5という風な感じになってますね。ソン、どんぐらいですかね、5割、6割ぐらいですかね、使っているチームが多かったですね。やっぱり圧倒的な決定力っていう風な部分と、自分でもね、突破できるスキルを、手に入れたソン・フンミンになりますし、非常に止めにくい、そんな選手になってますね。ペースもね、単純に速いですし、裏抜けなんかをできる選手で、ドリブルもね、改善をされましたんで、非常に強いアタッカーに、よりなりましたね。自分はソン・フンミン好きなんで、こういうような大会で使われているっていうのは嬉しいなと、思います。また、パワーシュートだったりとか、あとは、クイックステップのプラスなんかもついてますし、テクニカル、あとはラピッド、また今週なんかもついてますんで、非常に強いなというふうに思います。で、そして Y のハーランドですね。ハーランドほんと 100% ぐらいだったかなと思います。デブラインだったりとか、ファンダイクと並ぶ、もしくはそれを超えていくぐらいの使用率で、もうほとんどのチームが、採用をしてましたね。それこそやっぱりこの人の空中戦っていうのをもうむちゃくちゃ使って、ました。それこそクロスじゃないけど、ビルドアップの中でまずハーランドに当ててロングボールで、そこから落としてっていう、そういう戦術を取っている方もおられ、ましたね。本当に驚異的な、力をこの人は持ってますし、かつね、単純に裏に抜けた後のスピードとかフィジカルとかシュート能力っていうのもしっかり備えてはいますんで、そういうヘディング要因っていう風な部分でも使えますけど、普通に地上戦もむっちゃ強いっていう風な感じになるんで、これはちょっと最強だなっていう風に改めてやっぱり思いますね。本当に地上戦、空中戦最強のもう獣みたいな、そういう選手になりますし、また逆足もね、5になってますんで、両足からね、放たれるシュートっていうのもめちゃくちゃ決定力高いっていう風な選手になってます。やっぱりね、アップデートでね、エアリアルのプラスが弱体化されたりとか、パワーヘッダーがね、少し調整されたりとかあったんですけども、そんなお構いなしに、もう普通にプロの方たちも、こういう世界大会で空中戦使ってはいましたんで、あまりなんかアップデートの影響はないのかなというふうには思いますね。特にやっぱハーランドの空中なんかめっちゃ強かったですし、気になる方は見ていただければなと思いますね。で、あとはアンリーですね。バースデーアイコンのスキル5のアンリーだと思いますね。スキル5の技を使ってましたんで、おそらくこのアンリーだと思いますね。非常に、めちゃくちゃ強かったですね。特にサイドで使っている方が多くって、ビルドアップの中でそのドリブル突破を活かしたりとか、スピードを活かして突破するっていう場面が非常に多く、見られましたね。あとはシュートに関してももう一級品ですし、ちゃんと決めきる力を持ちながらですね、空中戦はそこまでフリットとかハーランドのような、部分はないですけれど、やっぱりスピードとフィジカルっていう風なところしっかりある選手にはなりますし、ドリブルがやっぱりすごい改善されたなっていう風には、思いますので、もう重いアンリはね、いないっていう風な感じで、非常に使いやすいアンリってなことで、この人も多くの、チームが採用をしてましたね。もうほんと7割、8割ぐらい、チームにいたっていう風な選手になってます。で、そして最後にですね、ついで使われていた選手たちを紹介していきます。まずキーパーチェフですね。アリソンに代わっ
てチェフが採用されてました。まあ、アリソンとそこまで変わらなかった、若干アリソンが多かったかなっていう風な印象を持つんですけれども、チェフも非常に強いそんなキーパーになりますね。で、あとはセンターバックですね、コンパニーですね、コンパニー大工っていう風な、組み合わせが、ありましたね。この人もめちゃくちゃ強かったですし、まあ、しっかり取り切る力がね、ある選手にはなりますし、やはりプレイスタイルの多さっていう風な、部分も他のセンターバックにはないところだなと、思いますね。で、あとはブランですね。大工ブランっていう、そういう風な組み合わせも非常に多かったですね。バースデーアイコンになって、またちょっとこうね、トップメタの、センターバックに返り咲いたっていうような選手になりますし、逆語に、ね、なったことで振り分ける力も、持ったという風な選手になります。ペースはね、まあ遅めというか、83もうちょっと欲しいなってところではあるんですけれども、ただ、結構追いついてるシーンもね、ありましたし、やっぱ守備力、足ね、伸びる力ってあるんで、なかなかこの人も素晴らしいセンターバックの一人だなと、見ててね、感じましたね。で、あとはね、ウドジェですね。左サイドバック、ウドジェだったりとか、あとはね、ハバーツかな。ハバーツ。この2名、使われてましたね。あとは先ほど言った通り、フリットを、まあなんかこう、左のサイドバックとして起用をしていたっていう方もおられましたね。まあプレミアで行くと、このハバーツ、よく使われてましたし、あとはまあ若干ウドジェっていう風な感じ。で、ちょろっと、メインで使われていたんがチルウェルかなっていう風な感じに、なりますね。ハバーツもですね、このプレミアの、まあ、大会の中では結構強い方になりますし、まあ、まだね、使っている方もおられるんじゃないかなという風にも感じますので、まあ、全然まだまだ使える、そんな LB 選手になりますね。大会見ててもハバーツからめっちゃやられるっていうことも別になかったですし、まあ、取り切る力だったりとか、あと空中戦もね、強い選手になりますし、地上戦、ペースもね、全然ある選手になりますんで、普通にまだまだいける選手になってますね。で、あとはですね、ロドリかな。ロドリを中盤起用で、ボランチのところで使っていたりとか、されてました。ただ、中盤っていうよりかはね、この人もね、RB かな。右サイドバック起用をね、されている方が非常に多かったですね。だから右サイドバックはオグベネか、この TOTY のロドリかっていう風な感じになってました。多分守備的に考えるんだったらロドリになるんかなっていう風には思ったりするんですけど、まあ、どういう風なスカットの状況でロドリは RB に置いているのかわかんないんですけど、ただ、試合を見てみると RB にね、Y のロドリがいたっていう風な感じになってましたね。で、あとはですね、ライスかな。ライスもちょろっとですね、シュバインシュタイガーほどは、いなかったんですけれども、ライスがボランチで、使われてましたね。センターバック起用っていうよりかは、ボランチやったかなで使われていることが多くって、まあ、非常に能力高くなってますし、まあ、彼の場合は、多分まだプラスに全然あり得る、そんなカードになりますんで、ここからまたより強くなるって考えると、ちょっと怖いなと、いうふうに思うんですけれども、まあ、このプレミアのね、世界大会でも、全然使われていた、そんなカードになりますね。インターセプトプラスと予測のプラス、結構でかいなと思いますし、まあ、Y 超えのね、そんなボランチの選手になるんじゃないかと思います。で、あとはですね、前線ですかね、サカですね、サカ。まあ、サカが使われて、ましたね。バースデーだと思いますね。まあ、サカに関しても非常に強くなった。もう本当にトップメタになったサカっていう風な感じで、ようやくやっぱりリアルでね、活躍していた、もう強いサカっていうのがカードに、ね、なったっていう風な形で、個人的には嬉しいんですけれども、まあ本当に CM とかも任せれる選手にはなりますし、3-4の一角で使っているチームも、ありましたんで、まあ、そういう万能さって、万能アタッカーってところもいいのかなと、いうふうには思いますね。で、あとはサラーですね。サラー。まあ、サラーに関しても非常に、使われてましたね。だから、損のところ誰か変えるっていうようなところで、サラーとかサカっていう風な感じになってました。おそらくサラーもバースデーだと、思います。スキル5なのか逆足5なのかはちょっとわかんないんですけれども、
ただ、このバーセサラが使われてました。本当に圧倒的なスピードだったりとか、あとドリブルの軽さっていうのがあったりとか、そこのドリブルの軽さから一気にね、パスだったりとか、シュートでも全然できる選手にはなりますんで、本当に止めにくいアタッカーになってますね。あとは高精度のプラスだったりとか、ラピッドのプラス、どちらもめちゃくちゃね、いいプレイスタイルプラスになってますので、かなりこの人も最強サラっていう風な形で登場をして使われてましたね。で、あとはですね、テベスかな、テベス。テベスも若干いました。若干ね、本当に多分2割、3割とか、ぐらい、多分ベンチにはみんないたと思うんですけれども、あんまり自分は試合に出てるのを、そこまで見てはいないですね。本当2割、3割ぐらいってな感じ。で、この人も非常に強い、カードにはなってますね。やっぱりドリブルの軽さっていうところと、テクニカルのプラスっていうのは結構この人はでかくって、持ったらテクニカルをね、してる、コントロールスピードしてるっていうチームもありましたし、あとはやっぱりこの人もパスうまいっていう風なところも一つの魅力ですし、決定力も高い選手になって、スキルもね、5なんで、かなり使いやすい、そんな ST 選手になりますね。で、ちっちゃいんですけれども、フィジカル意外と負けなかったりとか、そういうのが草さだったりとか、耐える力ってもありますんで、こういう人も非常に強いアタッカーになってましたね。で、そして続いてベルナーですかね。ベルナー。ファンタジー FC で強化されたベルナーになるんですけど、ベルナー、スタメンというよりかはスパサブ起用が多かったかなと、思いますね。特に決勝戦っていた、チームの一人の方なんかは途中交代でベルナー出してましたし、スタメンというよりかはスパサブで途中で出てくる選手っていう風な感じでしたかね。ただね、世界大会っていう風な、ところでベルナーが使われるなんてもう過去作考えられなかったんで、その中で今作のベルナーはね、非常に強くなった、強いカードがね、出てきたなっていう風な印象も受けますね。特にやっぱペース、今までのね、紹介してきたメンバーと比べても、全然やっぱペース速いんで、速さがあるっていうような選手になるんで、結構重宝する選手になりますし、決定力もね、高くなって、ここから彼も多分プラスも1かな。あるんじゃないかなっていうふうにも思いますので、ここからね、さらに強くなってほしいなというふうに思いますね。で、あと最後は、パーマーですかね。パーマー。フューチャースターのパーマーが、使われてましたね。パーマーはね、それこそ、もちろん 3CM の一角で使われるっていうこともあったんですけれども、LB 起用もありました。これもね、どうやってこう、組み替えてるんか、変更してんのかわかんないんですけれども、パーマも、左利きっていう風なね、こともありますし、ちょっと守備能力もね、あるんで、ここで上がらせる、もう超攻撃的なサイドバックっていうようなことで、パーマが、使われてました。ただね、それこそ、ある試合を見ていると、シュバインシュタイガーの先ほど言ったロングパスから、上がったパーマ、走ってるパーマーにフラするなんかして、そっからクロスでハーランド、落としでアンリとかね、そういう風な、攻撃パターンを、サイドバック、左サイドバックパーマーで作って、おられましたね。なんでね、こういう、起用もありなんかなって思ったりは、しましたし、見てても、やっぱりね、身長がね、でかいんですけど、ちょっと軽そうに見えるというか、でかいのに軽い選手で、速い選手っていう風な感じになりますので、やっぱり強いやろなっていう風な印象を、受けましたね。という感じでこちらが E プレミアリーグファイナルで使われていた選手たちになります。少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。